こんにちは、アカデミアの富代です。今日はサロンポピュラーベーシック40になりました。今回は前回カットしたインナーカラーボブレイヤーで使用したウィッグを無駄なく使うためにグラデーションにアレンジカットします。お客様に対してもこのヘアスタイルからヘアを変えたいと言われた時にどのようなヘアスタイルに変えることができるかは常に考えなければなりません。ヘアデザイナーに求められる要素として考えておきましょう。このチャンネルは世界各国の言語で見ることができます。YouTube の翻訳機能を使いご覧いただけます。では早速動画をご覧ください。今回は前回カットしたウィッグを使いますので、前頭部は前回カットした時と同じようにカットすることから始まります。ではカットを始めてみましょう。前回使用したウィッグを使い違ったバリエーションをカットしたいと思います。まず前頭部と後頭部を分けます。耳の付け根の後ろで分け取り、第1ブロックはもみ上げ部分を作ります。前下がりにカットしてもみ上げ部分が分厚いので、この段階でそぎを行い程よい薄さにします。もみあげの雰囲気、質感を出してから次のカットを行います。次はこの前髪を頭に入れて少し下にブロッキングします。もみあげ部分とは別に新たなガイドとしてパネルを少し引き上げ床と平行にカットします。次はトップの髪を全部シェイプして前髪を起点に下のガイドに合わせてカットします。反対側も同じように前頭部と後頭部を分け、第1パネルはもみあげ部分を作ります。同じように薄く雰囲気を出すためにそぎを行います。次のセクションからは同じようにカットします。バックセクションは耳の中間くらいの長さからブロックグラデーションで U 字型にカットします。まずバックセンターで分け、耳の中間ぐらいの長さから内側の髪は指で全部上に引き上げ、毛束の髪は横方向に引いて床に平行にカットします。この長さでブロックグラデーションでカットしていきます。次の髪も横に引きカットしていきます。こちら反対側も同じように耳の半分ぐらいの長さからブロックグラデーションでカットしていきます。はい、次も内側の髪を上に引き上げ横方向に引きカットします。次にバックセンターの髪もブロックグラデーションにカットします。少し横に移り綺麗な U 字型にカットしていきます。
このように綺麗な形にカットできましたら、横スライスにブロッキングします。今ここにカットしたガイドが見えます。このガイドに向かって刈り上げていきます。刈り上げるときはコームの刃先をガイドに向けてカットしていきます。そうすることで上のガイドとミスなくつなげることができます。コームの刃先は常にガイドに向けて刈り上げていきます。粗切りが終わりましたのでバリカンを使用します。3ミリのプロテクターを使用して刈り上げていきます。同じくバリカンの刃先は上のガイドに向かって刈り上げていきます。刈り上がりましたので上の毛束をカットします。仕上がりはバックの紙を外巻きに仕上げたいので、そのようになるようにカットしていきます。跳ね上げたいので上の紙をチョップカットしていきます。上が長めですのでトップをもう少し短く段差を入れます。チョップカットします。横スライスで上に引き上げチョップカットします。バックの紙も上に引き上げカットできるとこはチョップカットします。次にバックからモヒカンガイドを前髪に向かって床に平行にカットします。ガイドができましたらセンターで分けて両サイドの紙をモヒカンガイドに引き寄せカットします。次に前から横スライスでチェックカットを兼ねチョップカットをバックに向かってしていきます。センターで分けてフロントサイドとのつながりをチェックカットします。反対側も同じようにカットを進めます。
バッグに流してみて、耳そばの内側の髪をバッグに溶かしながら馴染むようにカットします。できましたら毛先や中間にそぎを入れていきます。あくまでも毛先の表情と外羽になるようにそぎを入れていきます。全体に仕上がりをイメージしながらそぎを行います。毛先の重たいところがないかをチェックしながら削いでいきます。はい、カットの仕上がりになります。ではアレンジヘアということでインナーカラーが目立つように仕上げてみたいと思います。はい、仕上がりです。はい、今回は前回のウィッグを使ってインナーカラーの入ったグラデーションのバリエーションをカットしました。僕自身はお客様に対してヘアスタイルを変える意思があるかどうか、6ヶ月に1回ぐらいのペースでどこか気になるとかありますか？少し変えてみますといった言い方で確認しています。少し変えたいと言った場合、今のヘアスタイルからどのように変化させることができるか、いつもイメージを膨らませています。そのようにして少しずつヘアのバリエーションを心がけています。多くのお客様は自分のヘアスタイルを提案してくれる美容師を探していると思います。このようにヘアスタイルバリエーションのストックを多く持つことは大切な要素です。それでは皆さん、もしこのチャンネルが良いと思ったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。また概要欄に過去動画を記載していますので、よかったらご覧ください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。